ある国で夜行バスに乗っていました。峠を越えた時、前に明るい街の光と大きな国旗が現れました。下からたくさんのライトで照らされた巨大な国旗でした。美しいと思いました。その時、急に私が日本で働いていた時のある会話を思い出しました。うちの会社、本社に大きい日本国旗を飾っているらしいよ。へえ、危ない会社じゃない？やばいよね。私自身と同僚との会話でした。その時の私は本当に日本人が愛国心を持つことは危険だと考えていました。しかし外国でライトに照らされた巨大で美しい国旗を見たとき、突然気がついたのです。愛国心が危険だと考えている日本はおかしい。世界中どの国へ行ってもその国の国旗をたくさん見ます。自分の国の国旗を見て危険思想の象徴だと考える国民を私は日本人以外に知りません。私たち日本人は学校教育で大日本帝国は愚かで残虐だったと教えられます。先生が教える日本軍は朝鮮半島へ行くと突然残虐な拷問を始めます。日本の歴史では一切聞いたことがない。しかし朝鮮半島ではよく行われていた方法です。中国大陸へ行けばそれまで中国史でしか聞いたことがない私虐的な殺戮を始めます。戦後、1946年から行われた東京裁判では、日本軍は1937年の南京で20万人殺したことになりました。広島と長崎の原爆で即死した市民より多い数です。1937年12月、日本軍の南京攻略時、南京で中国人を助けたシーメンス社の駐在員、ジョン・ラーベは、犠牲者は5万から6万人だと現地のヨーロッパ人は考えていると言いました。しかし、そんなことは忘れるべきです。2014年には、中国国家主席のスピーチで、南京での犠牲者の数が30万人に増えました。近い将来、40万人になるかもしれません。ちなみに、毛沢東語録には、南京で大虐殺があったことなど、一言も書かれていません。2021年12月、上海の女性教師が学校で、南京での犠牲者が30万人だという証拠はない、と学生に説明したところ、それが TikTok で拡散されて除籍されました。この教師を SNS で擁護した別の女性も精神病院へ送られました。韓国の歴史によると、朝鮮は日本の侵略によって植民地化された後、独立戦争によって独立したそうです。日本が平和的に併合して、現地の政治家にも警官にも朝鮮人が多かったという事実は言ってはいけません。2013年、ソウルのある公園で95歳の老人が日本の統治は良かったと思うと言ったところ、それを聞いた38歳の男性に殴り殺されました。真実は危険なのです。歴史は勝者の記録です。敗者はどんな嘘で貶められても反論できません。たとえ事実と違っていても、反論すれば歴史修正主義者とみなされます。第二次世界大戦で日本は負けました。
その後、アメリカが日本を占領して、戦争についての罪悪感を日本人の心に植え付けるための宣伝計画を実施しました。日本人が日本人に、日本だけが悪かったと教育するように仕向けたのです。現在の日本国憲法には英語の原本があります。GHQ 草案と呼ばれるこの英語の草案を翻訳する以外、日本が憲法を持つことは許されませんでした。1947年に施行されたこの憲法には、こう書かれています。日本の平和は他国に委ねる。日本人は日本国が武器を持つことを許さない。他国を威嚇することも許さない。つまり、自衛も放棄するということです。現在日本には自衛隊があります。1950年に始まった朝鮮戦争で、早速日本が自衛する必要があったからです。しかし、今でも一部の日本人は、自衛隊は憲法違反だと言って、隊員たちを人殺しと呼びます。よく教育された人々です。近年では、自分は日本軍に性奴隷にされた。クリスマスは特に忙しかった。などという人たちが現れて、日本は誤ってお金を払いました。もちろん、日本軍はクリスマスを祝いません。事実無根の罪を誤ってお金を払ったことで、問題は複雑化しました。そもそも朝鮮半島との問題は、1965年日韓基本条約で終わったはずでした。日本は合計11億ドル、当時の韓国国家予算の3倍の援助をしました。個人賠償は韓国政府がその中から出す約束でした。しかし、不十分だったようです。2021年の年末、武漢で行われたボクシングのイベントでは、日本人選手が頭からリングに叩きつけられてKO負けしました。相手の選手は、日本人相手にルールが必要かと発言しました。日本ではあまり大きなニュースになりませんでした。日本は犯罪国家として扱われることに慣れすぎてしまいました。一度戦争で負けたからといって、永遠に自分たちを犯罪者とみなす必要はありません。自衛権を放棄することは危険で愚かなことです。こんな簡単なことが今の日本人には理解できません。何十年も前に自分でかけた手錠の外し方がわからない。それが今の日本なのです。